迷惑な話ですから。そしてこのね、私が思ったのは、この大根に使われてるの布って書いてあるんですが、でもよく見ると包帯がね結んであるんですよ。でなんかね、そのこれ包帯でこう縛って細かくする。でなんかその包帯となんか野菜っていうのの前に、これはもっと前の1970、これは76年、生けた花を包帯で丹念に縛ってしまった。なんで？包帯で縛るっていうのに興味を持った。これどんどんこう続けてと巨大なものを、大量の枝を縛ってこう大きな会場を作ったこともありますね。なんか今でこそなんか包帯で縛ってもまたかっていう感じがあるんですけど、多分この時他にもやられてたかわからないですけど、1976年、かなり昔だから、結構なんかへーっていう感じですよね。表現としての生け花の時の、ポスターにも使われた作品で、植物人間、これ初めはちゃんといけてたんですけどね、本当になんか人間の血管に似てるなと思って、唐ゴマがね、これは自分にくっつけた方が余計面白いんじゃないかっていうふうに思って器をやめて、それでこう写真にしちゃったわけ。そのずっと考えていてこう作ったんじゃなくて、こう器でいけていてどうも調子よくないなと思ってやってるうちに、なんだ自分の体の方にくっつけた方が面白いじゃないかなって思って、それでこういろいろつけて鏡に見てやっぱりいいなとそれで写真にした。でこうやっぱりちょっと顔のとこに包帯も巻いてみようみたいな、それはちょうどこの辺りから次々にこう自分の体に植物合わせて生けるっていうのを始めた頃からですね。自分も素材になる。体を素材にして。面白い。でこれだ。これは柿椿の古典花っていうのはこすってこうくっつけるんですね、葉っぱを。ペタッとくっつきますよね。それと古典花と同じやり方でタイルに貼ったわけ。こうピュッとこう投げとパシッとくっついちゃうんですよ。こすって毛取れると、それを古典花の感じで、古典花とこれと同じじゃないっていうようなそういうでもこれ人がいた方が面白いですね。はい。この後に私が知りたいのは古着の作品っていうのを見たいんですけど。古着ね。体も使う。そして体を覆う服も作品にする。で私は体と服の間に包帯があると感じたんですね。最初に植物に包帯を巻いてたんだけど、で自分にも巻いてみた。そしたら服も人間の何か生活とか、そういったものを表しているというふうに、そういうふうな発想の流れで来たのではないかと推測したのですが、どうですか？
そうでしょうね。その言い方は違うって感じがする。どう？あと私は前衛舞踏の人たち好きで追いかけしてたんですね、いろいろ。だからその影響っていうのはありますね。どういうところに影響を受けたんですか？自分の体と外界の関係とかそういうことでしょうかな。大楽羅漢。大楽羅漢。そのあたりの前衛舞踏っていうのは私とか千葉隆法先生というのはその前衛舞踏に、かなり影響を受けていたんですね。私が注目を浴びた時代というのは品川の原美術館の、その当時原美術館で毎年のように原アニュアルっていう展覧会やってたんですね。それはアートだけじゃなくて全般に前衛舞踏を全て含めて、現代アートとしてそれで、その年の最も面白いこの展覧会パフォーマンス、前衛舞踏それを全て集めてピックアップして一部屋ずつ与えてそれで展覧会やってたんですね。それが原アニャル展なんですね。それで私とか現代の前衛舞踏の人たちとか選ばれてその世界中のディレクターたちが原にある展見に来てたんですね。そもそも先生が選ばれるっていうことはやっぱり発表をいろいろ生け花流派の生け花展だけでなく、多分そのギャラリーとかで個展をよくされてたとか、そういったことが。そうですね。それで当時は私は年に2回ぐらいのペースでまあ激しく個展やってたんですね。それで私が原にあるでそれ注目されて、選ばれたその後に日向陽一さんとかが次々に展覧会やり始めたわけで、私はそれと交代に、私はそういう個展でやんなくなった。というのはその、招待展がいろいろ外国の招待展とかそういうのが増えていったからやらなくなったんですけども、横浜のじゃがいも、じゃがいもあれも古着とちょっとまた話が戻りますけど古着と野菜ですよね。なんかそこもなんか一言おっしゃりたいことがあったら、じゃがいもの作品。じゃがいもはある日色っぽいなと思い始めたのね。
大根よりじゃがいももよく見ると女性の体のように見えたり、または自分自身みたいに思えたりとか、よになんでじゃがいもは人間的だなって思い始めて、それならばやっぱり作品にしてみたいというふうになっていたんですね。それを先生が先ほどおっしゃったように、それを展覧会横浜でじゃがいも、発情的じゃがいもをして、でその後に北京に何年間8年9年8年ねいらして、でまた戻ってきて、で戻ってきてから流星派の展覧会でパフォーマンスというかね、その意味を伝えるパフォーマンスをされたので、私もそのことは覚えているんですけれども、なんでじゃがいもが色っぽいんだろう。じゃがいもを大写しにすると、それは人間的ですね。じゃあ野菜で色っぽいのベスト3は？じゃあ第3位は？第3位はじゃがいも。じゃがいも。そしてそれでは第2位は？大根。それでは栄えある第1位、ちょっとドルルルってやりますよ。第1位はドルルルルドン。さつまいも。さつまいもに決まりました。なんだかよくわかんないけど、なんでさつまいも？なんで？最初にやったって、なんか前にさつまいもは。それはね、さつまいもを初め使おうって決めた時に、最もいい枝と遠いからですね。いい枝で社会的な素晴らしい生け花はできますよ。さつまいもできないじゃないですか。あまりにも風情とかそういうものとはあまりにも遠いものだから、さつまいもで生け花なんてとてもできない。いや、そんなできないからこそ生け花にしてやろうと。というか、いい枝で、いい枝がないといい生け花はできないという、それに対して大きな反対。いい生け花がなければ、じゃあちゃんとした生け花、面白い生け花できないのかっていう、そんなことはないと思う。さつまいもがあればできるじゃないか。でそういう思いもありながらのさつまいものなんか色っぽさってどこにありますか？やっぱり触ってるとそう思いますよ。触ってるとなだらかな感じ。ある日家元は、今年は野菜を生け花店にコーナーを作りたい。それで
お前が指導しろって。ああ。で俺は即それはできませんっつって。そういうのを利用して面白い生け花できることが分かったんだから、それは使おうじゃないか。その半生け花とまあそれはいいじゃないかそうかこう言って、面白い生け花できればいいじゃないって。それでやってそれはうまくできますよ私は。それで2回目はやりませんからねっつったそれで2回目さ他の人が指導してやってさ、深い愛情なしで野菜触ってもらいたくないよ。もてあそんで陳列されちゃう困るじゃないかっていう愛してるから野菜愛してるからね。そうなんだ。でもみんなから見ればかなり残酷なことをしてるんじゃないかなっていうことはあるな。まあでも野菜も植物も同じじゃないんですか。植物だってある意味みんな残酷だっていうわけじゃないですか。ね。表現としての生け花展の時で大根を使ったのは死んでいく植物について考えたいと思って、それでやったわけ。それで死体安置さっき見せたのでなくってなんかこう部屋みたいなスチールの棚みたいな死体安置状態を部屋を作ってそしてそこで大根が死んでいく姿を観察しようというそういう展覧会それは極めて残酷的なことであって自分は愛情を持ってその大根に接したかというとそうじゃなくて死んでいくのを腐っていく植物というのはどんなもんだっていうそれを見るために展示した。いやなんか思いのほか深かった。最初のキャベツの作品というのはある日、女房がロールキャベツを作って、持ってきてあれなんだこれ全生け花じゃないって言って全生け花それでそのロールキャベツを巨大にしてそれでその発表してそのロールキャベツに関してワイズマン美術館で、レクチャーの時に一番これですかね、一番人気があったのはこのロールキャベツだったんですね。でそれが最初ですね。これ最初だったんだ。キャベツってね面白いなと思い始めたんですね。これが最初で、これこの What about Beauty？ そうですね。ミネソタ大学の出版で1996年ここに出ている。これはでも枝に太い枝ですね。ロールキャベツしちゃった。お湯かけて柔らかくしてこれくっつけたんですね。まあこのくっつける感じは包帯と近いけど、
この頃はうんその、お湯かけたりしなくて自然と柔らかくなった状態ので使うようになってますね。それがこの時のこれは枯山水。枯山水キャベツ。キャベツにはキャベツのこうやって固まって古くなっていくのが枯山水のように面白いという、それを鑑賞しているということがさらに面白い。笑えることだ。キャベツのキャベツ枯山水を見てるのがそういうのが私はかなり好きですね、この作品は。なんか先生もじいちゃんになったね。だってすごい静かな作品じゃないですか。それまでのなんか暴力的な感じとか反抗的な感じがなんかなくなってしまって、なんか静かな感じを出してる。あとまあこれは全体のこの大きな展覧会の作法制作についての批判のようなものもあるんですね。すごく大字掛けにして頑張っちゃう作品。なんか無駄なことじゃないかな。すごい言ってる。いや、それくらいやんなきゃいけないんじゃないかっていう雰囲気がありますよ。もっと単純な作業でも面白い作品っていうのはあり得るんじゃないかっていう、そういうふうな提案ですね。そういう問いかけがあるんですね。いや、なんかそういうふうに言われたらもっとそれなら私もチャレンジしようかと思う人もいるかもしれないですね。はい。じゃあそんな先生なんですけれども、さっきねいろいろ海外の方でいろいろご活躍、ミネソタ大学とか、そういったのもありましたが、私がね先生とのことをよく知るようになったきっかけ、これはシリア、シリア、ヨルダン、シリア、レバノン、3カ国2004年ですよ、に先生はデモンストレーションしに行ったりしましたね。これシリアの私もこれにシリアに同行させていただきましてありがとうございました。助かりました。いやいや全然もう本当に勉強になりました。教科書の先生だったのがすごく身近な先生になって、でもその後にもう北京に行っちゃうからなんか全然お会いできない感じではありましたけれども、そのようにこうデモンストレーションも結構されていて、で今度その2006年でしたっけ、中国に行ってから、中国の、これは中国日報2006年12月の、新聞ですけども、書いてあるのはその日本のアーティストが中国との関係改善に貢献してるみたいなこと書いてあって、で大坪先生がその年の9月に中国に到着してからいろいろ北京とかその他南京とかいろいろなとこの大学に行って講義とか
デモンストレーションをしたっていう話なんですけど、これはその、大躍進でこう、快進撃で行ったんですけども、安倍首相の、靖国参拝で、日本文化一切中国中で、開催してはいけないという命令が出ちゃったんですね。それが2年間続いた。いろんな歌手や何か来たんですけども、ポスターもできていて、それで中止になっちゃう。その状況が2年ぐらい続いたんですね。それでもうこれではもう商売にならないので、それで帰ってきたですね。まあなんか途中のねこの12年6年経った時のメールとかで日本女性新聞に、まあ、その中国伝統奏歌の現状と将来とかそういったことも日本に伝えたりとかもしているんですけれども、その必ずその日本の美術がその中国で数年のうちに10年のうちか20年のうちに必ずヒットするというそういうことはないですね。だからつまり新しい生け花っていうのが北京で、大ヒットするとか大受けするというそういうものではない。なんか違う感じがあるんですね。例えば北京のレストランの中で前衛的な陶器の器っていうのは有名レストランではそれはみんな好んで結構売れるんですよ。しかし一般にはそれが流行にはならない感じがあるんですね。だから文化の取り方が違う。もっとねべったり伝統的ですね。その芸能に関して。だから現在も北京上海において、新しい生け花っていうのは、受ける感じはないですね。伝統的な方が。むしろ小原流の生け花の方がそれを歓迎するという感じがありますね。いろいろ海外のことにも精通された先生なんですけれども、まあいろいろね新しい生け花を考えるだけじゃなくて発表もしてる一方、こちら古典的な花もしていますよね。これはシリアの時も先生のデモンストレーションの時にパンフレットに使ったハス一式のオリッカ。また今日はこちら後ろすごくなんか初夏を感じる。これはね
この船をどこに吊る下げることもできるようになってるんですね。まあ、それでなんかもう最後になってしまうんですけれど、今までの長い生け花人生もあって、先生はね、よくみんなから生け花レジェンドって言われるけど、でも先生は自分としてはいつも現役と思ってるじゃないですか。今ももちろんいっぱいね、先月もお疲れ様でした。生け花インターナショナルのデモンストレーションお疲れ様でした。本当にみんな面白かったって言ってましたね。ありがとうございます。ね、あれもあったし、本当にもういっぱい今も活躍してらっしゃるんですけれど、先生にとって生け花って何なんだろう。生け花はどういうものですか？やっぱりスリルですね。スリル？また来た。その心は？うまくいくかいかないか、そのスレスレで、気持ちいい。気持ちいいだそうです。そう、やっぱりいつでもスレスレで、成功っていうそういう作品を作って見せたいという見せてきたという、そういう感じですね。だからそれをちょっとしたことで全然失敗しちゃうんですよ。それをなんとかそのスレスレでそれを押し込む。じゃあこのスレスレのスリル感とかそういったのを他の生け花やりたいと思う人にも味わってもらいたいと思いますか？そうですね。じゃあこれからのね、生け花について、なんかまあ日本に限らずいろんな世界の人も含めてどうあるべきだとか、なんか言いたいことないですか？みんなこう私が、始めた頃、私が、30代の頃っていうのはみんな先輩がやってしまって、もうやる手が全部ないじゃないかというふうに思ったけども、今考えてみるといっぱいその手があって、それで頑張ってきたわけですね。それで今の時代はもうさらにみんなこう先輩たちがやってきちゃったから、もう何やったってもうやられてしまったんじゃないかという、そういうふうな若い者が多いでしょうけども、それはそんなことなくて、かえってそのこう道はもっといっぱいあるんだという。なるほど。まあちょっと今そこの話で思ったのはこれで分かりましたさよならっていうところなんですけど、ふと思ったのは今先生の話はやっぱり加藤先生の企画とかされた表現としての生け花という表現としての生け花っていう感じがすごくしたんですね。でそのなんか表現としての生け花っていう展覧会があるっていうことは表現じゃない生け花っていうのが一方にあるわけですよね。表現として生け花というその題名は素晴らしい題名で、その以前は生け花っていうのは生け花の中には表現なんてなかったんだっていうことを言ってるんですね。で表現としての生け花展っていうのを開いた時に、生け花は表現でもそれぞれの表現でもあるんだっていうことを
その表明したんですね。うんうん、それまでは当然言っててもいいようなんだけれどもなかったんですね。それでその、加藤悟先生と水谷隆先生2人でその展覧会を命名したんだけども、それは非常に優れた命名だったと思いますね。生け花を習う多くの人はそこまで考えないで、そのなんかやれる楽しさでやってる人が多いと思いませんか？生け花人口を増やすとか考えたらそういう人の方が圧倒的に多くなると思うんだけど。生け花の魅力っていうのは頑張ってある到達に行く喜び、そのあたりが芸事の面白さでしょうね。で途中でこの辺でっていうとそれは芸事は面白くなくなっちゃう。やっぱり頑張ってそのスレスレのトークの彼方にたどれるかどうかというそれがその面白さでしょうね。それは表現がある、なしにかかわらず、なくても。表現がないって言っても古典の優れた作品というのはやっぱり表現あるからね。その自分の理想のある姿、そこに到達ということであるからね。ちょっとこの辺で、いいじゃないっていう、そうすると、いい境地になれなくなっちゃうな。そういう人が増えたというか、そういう人が一般にそういうものなのかもしれない。いやだってそんなスレスレをずっと追い続けてるのは疲れますもんね。本当にそればかりメインで考えて、普通生け花を習う人は、生活のちょっとした楽しみだから、まあそこまでね。本当にそのスレスレやる人は、本当に作家、生け花作家ですよね。アーティストでもあるということですよね。で先生はじゃあ今もここの辺でいいんじゃないと思ってなくて、今ももっと先のスレスレを目指してますか？先生。そうですね。ずっと生涯現役で。もう引退すべき年だから、そんなスレスレの花池やる必要はないじゃないかと思うけども、そうするとつまんなくなっちゃうからな。やっぱりスレスレ頑張っちゃうと気持ちがいいね。スレスレ、今日いい言葉いただきましたね。じゃあそんな感じで今日は終わりたいと。また足りないことはね他の時に。じゃあ最後はまたさよならって終わるんです。ちょっと私そっちに行って。今日はどうも先生ありがとうございました。本当に。いやありがとうございました。さよなら、さよなら先生。ありがとうございました。